ね、実は横浜花博にはああいう大規模な日陰インフラはないの。それって真夏の行列がそのまま炎天下ってこと？こんにちは、〇〇のエキスポラボです。このチャンネルでは2027年横浜花博を中心に情報発信しているわ。最新情報は主に X やノートで発信しているよ。フォローもお願いします。この対策は絶対にこうすべきというものじゃないの。まずそれを言っておくわね。炎天下がどうしても避けられない時の対策で、体力に自信がある人向けなの。お年寄りや小さなお子様には正直おすすめしないわ。暑い時間帯を避けて無理をしない判断を優先してね。無理しないのが一番の対策なんだね。ぼっち、大阪・関西万博には大屋根リングっていうとんでもなく大きな日陰があったの知ってる？僕も下に入ったよ。あそこ本当に涼しかったな。木でできた大きな輪っかでね、その下にベンチがたくさん置かれていたの。暑い日の逃げ場になっていたのよね。じゃあ横浜花博にもああいうのがあるんでしょ？それがね、実は横浜花博にはああいう大規模な日陰インフラはないの。それって真夏の行列がそのまま炎天下ってこと？そう、エアコンなし、炎天下、屋外、それがそのまま来るのよ。想像しただけでクラクラしてきた。だから今日はその炎天下をどう生き抜くか、大阪の実例から便利グッズまで全部まとめて話すわね。お願いします。僕暑いの本当に苦手なんだ。その前にね、どうして今このタイミングでこの話をするか先に言っておくわ。なんで今なの？熊本で大きな地震があってから、防災とか身の安全っていう言葉を前より身近に感じている人が増えたと思うの。確かに僕も備えって大事だなって思うようになったよ。熱中症も同じ命に関わるリスクなのよ。それに今まさに猛暑でしょ。暑さの辛さを体で知っている今だからこそ、炎天下で何が必要かを具体的に考えられるの。確かに汗だくの今なら行列の辛さも想像しやすいね。だからこのチャンネルはこの暑さを実感できる今、大規模屋外イベントの暑熱対応を考えるわ。暑さを忘れてからじゃなくて今の体感を準備に生かすんだね。そういうこと。今日感じた暑さを次の安全につなげましょう。今なら本気で考えられるよ。じゃあ横浜花博の構造的な弱点から見ていくわね。まず会期、2027年3月19日から9月26日まで192日間よ。半年以上あるんだね。長いな。春の花を楽しむ気分で予定を立てると真夏の暑さを見落としやすいの。この192日間には7月と8月、一番暑い最夏季が丸ごと入っているのよ。春のお出かけのつもりでいたら服も持ち物も全然違うね。そう、真夏を避けて開催ということができない日程なの。その上でね、公表されている資料を見る限り、大阪の大屋根リングのような来場者全体を覆う単一の巨大建築物は計画されていないわ。つまりみんなで入れる大きな屋根がないってこと？少なくともあの規模のものは確認できていないわ。日陰は点で存在することになるの。点、つながっていないんだね。そこが一番の違いよ。だから来場する側で日陰から日陰へどう渡り歩くかを自分で設計する必要が出てくるの。自分で日陰の地図を作る感じか。じゃあ現時点で分かっている範囲の日陰事情を整理するわね。まずは退避先、屋根のある場所よ。パビリオンとか？各パビリオンや園芸文化館のような屋内屋根付きの施設が暑さから逃げ込める場所になるわ。お水はどうなの？無料の給水スポットが会場内におよそ8カ所置かれる予定と公表されているの。メタウォーターさんの協賛でリフィル、つまり詰め替えの取り組みとサーキュラープロジェクトと一体で運用される予定よ。マイボトルを持っていけばお水がもらえるんだね。そういう設計ね。それから公式側も正確には来場する時間帯をずらすことを進めているの。午前中に動くパターンと夕方から夜に動くパターンね。昼間の一番暑い時間を避けるんだ。そういうこと。ただしこことても大事なところなんだけど、行列そのものに日陰やミストの設備がつくかどうかは現時点では未確認なの。
あるともないとも言えないってこと？そうだから多分つくだろうと期待して手ぶらで行くのが一番危ないわ。分かっている事実とまだ分からないことは分けて持っておきましょわかった。期待じゃなくて準備だね。ここでね、ポチに一つ予告しておきたいことがあるの。なになに？さっき大阪には大屋根リングがあったって話したでしょ。実際にあの下で休めてありがたかったよ。多くのパビリオンは大屋根リングの下に待機列があったの。でも屋根の下に列がないパビリオンやゲート、くじのように日差しを受ける場所もあったわ。全部の列が同じ条件だったわけじゃないんだね。そう、場所によって違うから会場に大きな屋根があるだけでは自分の待つ場所が日陰かどうかまではわからないの。なるほど。自分が並ぶ場所を見ないといけないんだ。それは次から具体的に見ていくわね。そしてその話が終わる頃には横浜花博で自分がどこに気をつければいいかはっきり見えているはずよ。よし、ちゃんと聞くぞ。一つ目の現場は脈々くじの待機列よ。私も会期中に何度も様子を見てきたわ。くじ？当たるとぬいぐるみがもらえるあれ？そう、6月頃は約1時間待ちだったのが7月後半からは2時間以上、8月以降は3時間待ちもざらにあったの。3時間。人気が上がるほど待つ時間も伸びたんだね。しかも暑い時期の長い待機でしょ。列ではハンディファンを使っている人が多くいたわ。と立ったままなら自分で風を作りたくなるよね。そうなの。待ち時間は時期や時間で変わるけれど1時間のつもりが2時間3時間になることも考えて並ぶかどうかを決める必要があるわ。人気の列ほど暑さ対策と撤退ラインが必要なんだね。2つ目の現場は人気パビリオンの長蛇の列ね。エジプト館って聞いたことあるよ。私が7月後半14時頃に並んだ日は90分待ちと案内されていたけれど実際は1時間くらいで入れたわ。表示よりは短かったんだね。でもその日の最高気温は37度。1時間でも倒れそうな暑さだったの。同じ日のアメリカ館は3時間待ちと案内されていたわ。37度で3時間。待ち時間の数字だけじゃなく気温も一緒に見ないと危ないね。その通り。待ち時間は目安で前後するし同じ日でも館によって大きく違う。短く入れたとしても炎天下の負担が軽いとは限らないの。並ぶ前に時間と暑さの両方で判断するんだね。じゃあ公式側の対策も見ましょう。大屋根リングの下には多数のベンチ、園路などにパラソルが300台以上、 EV バスの休憩所が2台、パラソル300台、すごい数だね。園路などにミストファンが約30台、休憩所にはミスト設備やスポットエアコン、命パークでは15分に1回約3分間ミストを噴霧していたわ。東エントランスにはスポットエアコンが約40台、貸し出し用の日傘が約3000本、西側の動線にもミストファン18台とスポットエアコン約20台があったの。日傘3000本はいつでも借りられたの？いいえ、東ゲートと西ゲートの待機列手前で貸し出してゲートを通るときに返す運用だったの。会場内で常に借りられる日傘ではなかったわ。使える場所が決まっていたんだね。給水は自販機が248台、マイボトル用の給水機などが86台。これは2025年8月末時点の公式の数字よ。マイボトル洗浄機も10箇所あって洗浄機と給水機は無料だったわ。それだけあればお水には困らなさそう。それでも混む時間はあるの。私も給水スポットで10分くらい並んだことがあるわ。設備があってもすぐは飲めるとは限らないんだ。医療体制は会場内に診療所が3カ所と応急手当所が5カ所、合わせて8カ所。医師、看護師、クラーク、救護隊が配置されて3カ所では脱水症状などに点滴もできたの。そこまで用意していたんだね。それでも熱中症の疑いのある患者さんは7月だけで213人、会期の合計で732人、うち救急搬送は7月が31人、会期合計で88人よ。来場者全体の中ではどのくらいの割合なの？来場者の総数は私が確認できた範囲の資料には載っていなかったの。だから割合は出せない、未確認よ。圧倒的に来場者が多く、人数が多く見える面もあるから一概には言えないけれど、対策に一定の効果はあったと見て良さそうね。人数だけで決めつけず、分母も必要なんだね。ちなみに原因を問わない救急搬送は会期合計で747人、
病気や怪我を含む別の指標だから、さっきの88人で足し算しちゃダメよ。別々の数え方なんだね。気をつける。さあ、一番最初の話に戻るわね。大阪には大屋根リングという巨大な日陰があった。多くのパビリオンはその下に待機列があったんだよね。でも屋根の下に列がないパビリオンもあったし、ゲートやくじなど日差しを受ける待機場所もあった。場所によって条件が違ったの。だから自分が並ぶ場所を確認するんだね。そこが確信よ。日陰があるかどうかじゃなくて、自分が長時間立っている場所に日陰があるかどうか。大きな屋根があっても全部の列を守るわけじゃないんだ。そういうことだからね。ここからが横浜花博の話。大阪の振り返りで終わらせるつもりはないの。あの規模の日陰が最初からない会場で、私たちはどう備えるか。条件を見ながら自分で守る必要があるんだね。やることは3つ。1つ、並ぶ時間そのものを減らす。朝一か夜に動く。2つ、並んでいる自分の周りに自前の日陰と風と水を持っていく。自分で日陰を作るんだね。3つ、逃げ込める屋内と給水の場所を先に地図で覚えておく。減らす、持っていく、覚えておく。よくまとまったわね。この3つが今日の骨組みよ。大阪の教訓が横浜の準備になったね。ポチ、ここまで聞いて一番知りたいことって何？それはじゃあ実際何を持っていけばいいのってことかな。出たわね。ここからが今日の本編よ。やったー、グッズの話だ。ただね、いきなり商品名を並べても使えないの。同じ帽子でも行列で使うのか歩きながら使うのかで正解が変わるでしょ。確かに座って待つ時と歩く時は違うね。だからまずシーンを3つに分けるわ。行列中、移動中、観覧中。その後でグッズを11カテゴリーまとめて比較するわね。シーン別が先でグッズが後。順番に聞くよ。紹介するのは大阪・関西万博で持ち込めたものなら横浜花博でもおそらく持ち込めるだろうという前提の候補よ。断定はできないから公式発表が出たら内容を更新するわ。おそらくなんだね。最後は最新の公式情報を確認しよう。シーンの1つ目、行列中。ここが一番危ないわ。動けないから？そう、自分で風を作れないし日陰にも移動できない。しかも花博の場合並ぶ場面が3つあるの。シャトルバス待ち、入場待ち、そして人気パビリオン待ちよ。シャトルバスからもう並ぶんだ。会場に着く前から消耗するのがこの会場の怖いところね。対策は3段階よ。まず頭と首から上を守ること。日傘か帽子で直射を遮るわ。大阪でもみんな日傘だったの？実際に見てきたの。朝一はほとんど日傘、昼過ぎは半分くらいね。次に首から下に風を当てること、ハンディファンね。ただし気温が体温より高い時は乾いた熱風を浴びるだけになってしまうの。逆効果になっちゃうの？肌が濡れていれば気化熱で冷えるわ。でも乾いた肌にただ熱風を当てるだけだと効果は落ちるの。だから濡らしたタオルや冷却タオルとセットで使うのが基本ね。風だけじゃダメで水とセット。その通り。3段階目はこまめな水分と塩分。汗をかいたら水だけじゃ足りないの。塩分も一緒にだね。それとね、列に並ぶ前に決めておいてほしいことがあるわ。何分待ちなら並ぶのをやめるかの線引きよ。途中で抜けるのって結構勇気いるよね。だから先に決めておくの。並んでからだともったいなくて抜けられなくなるでしょ。それすごくわかる。シーンの2つ目、移動中。会場内の屋外エリアを歩いている時ね。歩いてる時は風が来るから涼しいんじゃないの？少しは楽よ。でも別の敵がいるの。照り返しね。照り返し？舗装された地面は熱を持って下からも熱を返してくるの。長時間コンクリートの上にいると体幹の負担はかなり大きくなると言われているわ。上からも下からも暑いのか。だから移動中は上と下の両方を意識するの。上は日傘や帽子、下は靴。地面の熱を伝えにくくて蒸れにくい靴を選ぶことね。
靴も暑さ対策になるんだ。足が蒸れると体全体の不快感がぐっと上がるのよ。それから移動そのものを減らす工夫も大事。行きたい場所を地図の上で線に並べて行ったり来たりを減らすの。会場を往復しないようにするんだね。そう。あとは移動の時こそ荷物の重さが効いてくるわ。重い装備はそれ自体が熱を生むの。対策のために持ってきた荷物で疲れちゃうのは本末転倒だね。そのバランスは後でカテゴリーごとに見ていきましょう。シーンの3つ目、観覧中。屋外の展示を見ているときね。お花を見てるときってつい夢中になっちゃいそう。それが危ないの。楽しいと暑さに気づくのが遅れるのよ。だから時間で区切るのがおすすめ。何分ぐらい？体調や日によって違うから一律には決められないわ。ただそろそろ休もうと思ってから休むのでは遅いと考えておいてちょうだい。屋外にいる時間をあらかじめ区切っておくの。疲れる前に休むんだね。そう、その時使うのがさっきの待機先よ。屋根付きの施設と給水スポット。ここに戻るタイミングを行動の中に組み込んでおくの。あ、給水スポットは約8カ所の予定っていう話だったね。よく覚えていたわね。私は大阪でボトルを2本持って片方が空になったら給水していたの。それでも給水スポットで10分くらい並ぶことがあったわ。2本なら並んでいる間ももう1本を飲めるね。そう、1本しか持たないなら半分になったら次の給水へ。2本なら1本が空になったら補充する。どちらも手元の水をゼロにしないためのルールよ。本数に合わせて早めに動くんだね。それと屋外展示は日陰の少ない場所も多いはずよ。写真を撮るなら朝と夕方の方が光も綺麗だし体にも優しいわ。一石二鳥だね。お待たせしました。ここからが今日の主役、便利グッズ11カテゴリーの比較よ。待ってました。大阪・関西万博で持ち込めたものは横浜花博でもおそらく持ち込めるものとして紹介するわ。ただし断定はせず、公式発表があれば更新するわね。まずは候補として見て、最後は公式情報を確認するんだね。じゃあ1つ目、塩分補給から。タブレット型は1袋で数百円の帯ね。塩分チャージタブレッツは235円で、確認したページでは販売終了の表示が出ていたわ。評価は5点満点で 4.4、27件よ。定番でも買えないことがあるんだ。そうなの。もう一つ、凍らせるゼリー飲料タイプ。ポカリスエットのアイススラリーは6袋で1327円。評価は5点満点で 4.71、45件で、保冷剤の代わりにもなるという声があったわ。飲めて冷やせて一石二鳥だ。2つ目、水分補給保冷ボトルね。サーモスの真空断熱スポーツボトル1リットルが3540円。ただし満水で約1キロあるわ。1キロ結構重いね。そこがトレードオフなの。会場に給水スポットがある前提なら、大きすぎるボトルはただの荷物になるわ。途中で足せるなら小さくてもいいのか。3つ目、うちわ10本セットで1580円。評価 4.70。 竹製なら171円からで、評価 4.43 よ。安い。それに電池もいらないね。そこが強みよ。壊れないし充電も切れない。かさばるのが弱点ね。完璧なものはないんだな。4つ目、小型扇風機ハンディファンね。フランフランのフレスマートハンディファンが2680円で約 120g。 連続で約3時間から10時間。モバイルバッテリーにもなるわ。リズムのシルキーウィンドモバイルは2770円。評価 4.4、67件よ。 120g なら軽いね。首から下げても苦にならない重さね。5つ目、冷感タオルベルモンドのフリフリ冷感タオル3倍セットよ。縦100センチ横30センチのタオルが3枚組で、接触冷感と UV カットの機能があるの。水に濡らして振ると冷たくなるタイプね。濡らして振るだけで冷たくなるんだ。持ち歩きやすそうだね。私は会期中これを常時身につけていたの。水で濡らすだけで涼しくなれるのが本当に良かったわ。価格は動画では言わないけれど、濡らしてハンディファンと組み合わせる候補として扱うわね。組み合わせが大事なんだったね。6つ目、服装冷感インナーよ。モンベルのジオラインクールメッシュティーが2860円で平均 67g。 ユニクロのエアリズムが1290円でカテゴリー評価 4.4、 999件を超えるレビューがあるわ。
67g。ほとんど重さを感じないね。素材によって汗の抜け方はかなり変わるわ。ただこれは着る人や気温で感じ方が違うから絶対にこうとは言えないの。素材や気温によって感じ方が変わるんだね。7つ目、携帯椅子。ヘリノックスのチェアワンホームが2900円で総重量 1.05 キロ。コールマンのコンパクトフォールディングチェアは約 2.1 キロで価格は未確認よ。椅子って結構重いんだね。折りたたみ椅子はあってよかったという声が多い一方で、大きい椅子はやや重かったとも言われているわ。良かったと重かった、両方あるんだね。正直な感想よね。8つ目、日傘。WPC のアイザウルトラライトが4620円で約 120g、 直径 80cm。 モンベルのサンプロックアンブレラ55は直径 88cm で価格は未確認よ。直径って大事なの？大きいほど日陰は広いけれど人混みでは邪魔になりやすいわ。ここもトレードオフね。私も全天候型、つまり晴雨兼用の日傘を会期中ずっと使っていたわ。周りも男女問わず使っていて、大阪・関西万博では日傘を差すのが当たり前という雰囲気だったの。ただ軽いものほど風に煽られやすいというのはよく言われるところね。軽いと風に弱いのか。軽さと丈夫さもトレードオフなのよ。9つ目、帽子。男性向けのコロンビアボラボラブーニーは詳細が確認できなかったわ。女性向けの WPC 有望キャップは4180円、評価 4.65、 23件よ。つばが広い方がいいのかな。首の後ろまで影ができるかどうかが分かれ目ね。ただ日傘と違って両手が開くのが帽子の強みよ。あ、そうか、荷物を持つなら帽子だね。10番目、靴。ヒンのニューポート H2 は水陸両用で価格は未確認。テバのハリケーン XLT2 は1780円で 560g よ。サンダルでもいいんだ。蒸れにくいのは利点だけれど足の甲が日焼けしやすいし、人混みで踏まれると痛いわ。長時間歩くなら履き慣れたものが一番よ。新品で当日デビューはダメなんだね。靴ずれは暑さより先に一日を終わらせるわよ。怖い。そして11番目、ファン付きの服。ここは特に熱く話すわね。待ってた。実際どうなのあれ。まず値段から。作業用のバートルエアクラフト AC2086 は服だけで7200円から。評価 4.75 だけれど件数は4件と少ないわ。カジュアル寄りだとワークマンの WZ200A が服だけで2900円。ただしファンが5800円、バッテリーが11800円で単純に足すと20500円になるの。完全なセットの条件は未確認よ。服より電気の部分の方が高いんだ。そこが盲点なのよ。次に仕組みね。ファン付きの服は冷たい風を作る機械じゃないの。外な空気を服の中に通して汗の蒸発と湿気の排出を助ける方式よ。冷たい風が出るんだと思ってた。よくある誤解ね。じゃあ効果のデータ。日本気象協会の屋外比較では WBGT が24から30度の条件でファン付きの服の衣服内温度が 32.2 から 32.7 度、一般の作業服が 33.5 から 34.0 度だったの。ちゃんと下がってるね。ただし参加者は2人、短時間の比較だから製品全般に広げるには限界があるわ。もう一つ、高校野球の選手10人に気温約 31.8 から 31.9 度の屋外で2時間試験した研究では、ファンベストを着た時の方が平均皮膚温、鼓膜温、心拍数などが着ない時より低かったの。体の中の数字まで変わるんだ。効果は確かめられていると言えるわね。じゃあ弱点。ファンは外の空気そのものは冷やせないの。外が暑かったら暑い空気が入ってくるってこと？そういうこと。2024年の批判的なレビューでは35度を超えるとファンによる深部体温の低下効果が乏しい可能性があること、特に65歳以上は慎重に考えるべきだと論じられているわ。これはファン付きの服そのものを試験した研究ではなくて、限界を考えるための補助的な根拠として扱ってちょうだいね。じゃあ35度を超えたら意味ないの？そこは断定できないの。35度なら一律に無効とも、
何度までなら安全とも言えないわ。曖昧なままなんだね。正直に言うとそうなの。だから結論はこうよ。ファン付きの服は単独の切り札にしない。日陰への移動、休憩、水分と塩分、それに肌を濡らすこと。これらと必ず組み合わせて使うものだと考えて。主役じゃなくてチームの一員なんだね。いい言い方ね。それと向き不向きもあるわ。荷物を身につけて長時間経つ場面には向くけれど、見た目や音やバッテリーの重さが気になる人には向かないの。音するんだ。ファンだからね。静かな展示の中では気になる人もいるかもしれないわ。なるほど、場所も選ぶんだ。そして11カテゴリー全部に共通の注意。大阪・関西万博で持ち込めたものを候補にしたけれど、横浜花博でも持ち込めるとは断定できないわ。公式発表があれば更新するから最新情報を確認してね。候補を知っておいて最後は公式を確認するだね。じゃあ最後に装備チェックリストとして整理するわね。おさらいしよう。まず必ず持ちたいもの、日傘か帽子、マイボトル、塩分が取れるもの、汗を拭けて濡らせるタオル。頭を守る水、塩、濡らす4つだね。そう、次に余裕があれば足すもの、ハンディファン、うちわ、冷感インナー、履き慣れた靴。これで8つ。そして状況次第で検討するもの、携帯椅子とファン付きの服。どちらも重さと持ち込みができるかどうかが判断のポイントよ。重さと持ち込み。最後に道具より大事な3つ。並ぶ時間を減らすこと、手元の水をゼロにせず早めに給水すること、屋根のある場所を先に地図で覚えておくこと。スライド級で言ってた骨組みだ。よく気づいたわね。道具はその3つを助けるためにあるの。順番が逆になってたら意味がないんだね。それでねポチ、今日は動画の尺で話せる範囲にまとめたけれど、熱中症対策ってもっと細かく詰められる話なのよ。例えば時間帯ごとの動き方とか、子供連れや高齢の方と一緒の時の考え方とか、当日の天気予報の読み方とかね。それ知りたいな。そういう深掘りはノートの記事に熱中症対策の説としてまとめてあるわ。今日の話の続きが読みたい人は概要欄から覗いてみてちょうだい。動画で全体像、ノートで細かいところだね。それともう一つだけ。何？このチャンネルでは横浜花博の準備に役立つ話をこれからも1本ずつ出していくの。会期までまだ時間があるもんね。だからチャンネル登録しておいてもらえると次の準備がちゃんと届くようになるわ。僕からもお願いします。一緒に涼しく生き延びようね。ええ、今の暑さの実感を次の安全につなげましょう。またね。またねー。本日の詳細はノートの記事にまとめてるわ。高評価、チャンネル登録、ハイプもよろしくお願いします。ノート、X、スレッズ、インスタグラムもフォローよろしく。画面の QR コードからどうぞ。みんなご一緒に地球と先に行こう。横浜グリーンエキスポ、盛り上げていきましょう。またねー。